ユーコロロジー12の星座シリーズ。水亀座。水亀座が変わってると言われ続ける本当の理由をお伝えしましょう。本日は水亀座について話します。水亀座というと変わってるとか冷たいとか何考えてるかわからんとかそんな風に言われがちな、天の弱な星座なんですけど、もう、なんでそう見えてしまうのかっていうのを、解説していきたいと思います。で、本当は何を大切にして生きてる人たちなのかっていうのを少し深いところから話していきます。これ、正確な話ではないんですよね。水亀座がこの世でどう生きようとしているかっていう、そんな話です。で、よくある水亀座の、誤解っていうのは、よく言われるのはね、冷たいとかね、距離感がおかしいとかね、協調性がないとか、マイペースやとか、個性があるとか、天の弱とか言われるんですよ。もうね、確かに水亀座ってみんなと同じように振る舞うっていうことはもう無理。なんかね、普通の人ができるっていうことが得意じゃないんですよ。で、それって、人のことが嫌いやからとか、感情がないからとか、そういうのでもないんですよね。で、どっちかっていうと、水亀座っていうのはむしろ、人類全体に対しては結構優しい星なんですよ。気が良い星なんです。ただ、その場の空気とか、空気を読むとかね、暗黙のルールに従うとかね、普通はこうやろみたいなことっていうのは、めっちゃ違和感を感じやすいんですよ。だから、結果、自分に従うとですね、強調してない人やなとか、全然普通のことができへん人やなっていうふうに見えてしまうっていうのはあると思う。でも、水亀座本人の中では、強調を壊したいわけでもないし、ただ、納得できへんのよと。納得できないまま合わせるっていうことが苦しいだけ。そういう感じです。で、そんな個性ある水亀座さんですけど、一番大切にしているっていうものは、自由とか真実です。ここで言う自由は好き勝手したいっていう意味じゃなくて、自分の考えで、考えるっていう自由とか、疑問を持ってもいい自由とか、違う意見を持っててもいい自由とか、変わっててもいい自由みたいな感じなんですね。で、これが、奪われた瞬間に、もう、一気にふてくされますし、元気をなくすし、水亀座っていうのは感情よりも思考が先に動いてしまうっていう星なんで、なんとなくみんなそうしてるし、みたいな感じじゃないんですよ。ちゃんとした理由が必要なんですよ。で、これはこうこうこうで、こういうデータベースのもとにこういう理由がありますっていうと、割と納得するし、あの、固定給なんでね。星座って固定給って言って、3つに分けたときに活動給と固定給と柔軟給っていうのがあるんですけども、季節の真ん中の星座、その状況をね、固定させておくっていうのが得意な星座あるんですけど、それ水亀座なんですよ。で、その代わりっていうか、これ絶対大事やなとか、大切やなと思った価値観とかは、誰に何を言われても手放さんっていう、頑固さみたいなのがあります。で、その頑固やとか、冷静すぎるなとか、なんか変わってるなとか、変更やとかって言われる理由でもあるんですよね。割と、頑固。風の星座の割に頑固っていうのがあります。で、水亀座っていうのは人間関係で割とつまずきやすい時もあって、そういう理由としてはですね、人とつながりたい星なんですよ。でもね、群れたいわけじゃないんですよ。ここがね、厄介なところの天の弱なところなんですけど、常に一緒にツレションするとか無理なんですよ。で、自分のペースで行きたいんですよ。で、気持ちをね、逐一共有するとかね、あの、どう思うみたいな。で、それをみんな一緒にしとこうとかね。であと、同じテンションを求められるとかね。なんかこういう関係性っていうのが続いたりとかすると、水亀座って無意識に距離を取るんですよ。それは、意識的っていうよりも無意識に距離を取っていくことが多い。で、逃げてるんじゃなくて、自分を保つために強調するという、調整するっていうか、協調性っていうのを、出さずにですね、自分自身を保っておきたいっていうね、サーモスタットの状態ですよね。で、
水亀座っていうのはどっちかというと距離がある人こそ優しくできるっていうタイプやから、近すぎたらね、自分のね、個性が消えてしまうというか、輪郭が消えてしまうような感じやったりするんで、突然ね、なんか連絡がないなとか、で、一人になりたがったりとか、自分の時間がいるとかって言って、なんか、かっこつけて連絡がなくなったりするっていうのも、水亀座あんまり驚くことじゃない。でも、本人的には関係を壊すつもりっていうのは一切ないし、自分でいたいとか、自分らしくいたいとか、自分でいられるっていう距離が大切な感じっていうか、ところなんですよね。だから、自分を保てないと、ちょっとこもる感じっていうのはあるかもしれない。で、一番しんどくなる瞬間というか、水がめちゃ辛いのは、理解されないっていうことじゃないんですよ。変やっていうことを理解されないことじゃないんですよ。理解されへんのに、合わせさせられるようなことっていうのを求められるときは嫌。空気読めとかね。普通にしてとかね。みんなと同じにしといてとか。なんかそういうのを言われ続けると、なんか自分間違ってんのかなっていうふうに疑い始める。でも、こうやって自分を疑い始めると人ってやっぱり弱さを弱くなるんですよ。強さを失うんですよね。自分を疑うと。だから、大抵水亀座って間違ってないんですよ。大概の場合は実は合ってるんやけど、ちょっと先の価値観っていうのを今の時代で生きてるから、少し早かったりする。え、なので、めっちゃずれてるし変わってるしっていう風に言われがちなんですけど、今のこの瞬間に生きてるんじゃなくて、ちょっと先の未来を見て、ずれて見えるところに、わざわざ自分から立ってるっていう星だという感じなんですね。で、水亀座さんに聞いてる人がいたらメッセージがあります。基本、水亀座さんたちは孤独に強い星ではないんですよ。だから、孤独でいたいわけじゃない。で、ただ孤独を選ぶんだっていう強さがある星やから、誰かに合わせるより一人で考えたりすることを選んで正解。で、理解されんでも自分でいることを選ぶのが正解。自分らしさを選ぶのが正解。それは冷たいとかじゃなくって自分に対する誠実さですよね。で、もし今もう自分変わってるんかなとか変なんかなとかっていうふうに思ってる水亀座さんいたら、もう全然いいんですよ。それ受け入れましょう。変であればあるほど水亀座はいい。法は犯したらあかんけど、もちろんね、犯罪はしたらあかんねんけど、変な。だけど、誰にも迷惑かけない、変こさとか、変さやったら、もうそれは絶対自分の宝物やと思って取っといてください。ね。なので、この世界の少し先っていうのを生きてるだけやし、自分の個性っていうのをぶちかましてですね、生きていくといいと思います。そうするとこの世界でもうどう生きようと誰から何と言われようと水亀座をもう突っ走ったんねんっていうのが、あなたらしい生き方やということになります。というわけで、ここまで聞いてくださりありがとうございます。もう水亀座めっちゃ当てはまるやんと思ったら、保存とかシェアとか、してみてください。では、水亀座さんの個性を大切にして生きれるような社会を作っていけれたらいいなっていうふうに思います。水亀座さん、個性をぶちかましていきましょう。